皆さんこんにちは。権の屋おむすび権のゆいです。いつも動画をご覧くださいましてありがとうございます。舞踊の本を紹介するコーナー、いにしえ日記8回目の今回は、井上流四世家元による井上八千代芸話をお届けします。今回の動画を最後まで見れば、井上八千代さんの舞踊哲学が少しでも理解できるかもしれません。どうぞお楽しみください。そしてなんと今回は外国の視聴者さんからリクエストをいただきました。海外の視聴者さんが日本の伝統芸能に興味を持ってくださっているってことに感動しました。ありがとうございます。嬉しいですね。Thank you for your request。 さて、今回の本、こちらですね。井上八千代芸話。この本の中には井上八千代さんの生い立ちや舞を通して日々感じたこと、出会った人の思い出などが書かれています。そしてね、ご覧のようにこういった感じで装丁もとても豪華ですね。堂本印象さんが手掛けていらっしゃるそうで、昔の本はね、こういったところも手に取ると楽しいところですよね。でですね、この本もとっても興味深い本でしたので、全てをお伝えしたいところなんですけども、そうなると大変な時間になりますので、いつものように興味深いポイントをご紹介したいと思います。今日のポイントは3つです。1つ目、舞の基本、お井戸を下ろす。そして2つ目、間は1つ。そして3つ目は、息子さんとの深い対話がありましたので、そちらをご紹介したいと思います。舞をもうてるとき、何考えてる？です。それでは一緒に本の世界に入ってみましょう。それではですね、3つのポイントに入る前に、井上八千代さん、四世井上八千代さんの生い立ちをご紹介したいと思います。四世井上八千代さんは1905年生まれ、2歳の時に祇園町のお茶屋さんの養子になられたそうです。その当時は祇園町で育って、そこで大きくなった女の子は芸妓になるのが当たり前だったそうで、数えで4つの時、今でいう3つの時ですね、舞のお稽古に通い始めたそうです。昔は数えで6歳、6つの6月6日に芸事に入門すると上達するって言われていたことを考えると、とっても早い入門ですね。はい。というのも、井上流にはお世話方という家元の執事さん、マネージャー役の方がいらして、この養母さんもその 4,5 人の中に入っていったそうなんですね。そんなこともあって、普通より早く入門させてもらったんではないかなと、この本の中で書かれていました。そして数えで10歳の2月4日の節分に舞妓デビューをされます。他の人たちは12、3歳だったそうなので、こちらも早いデビューですね。そのように自然の成り行きで舞妓に出たものの、本心ではちょっと嫌やなと思っていたそうで、お客さんとお話ししたり、お酒の世話をせずに舞だけもうてたらええっていう風にならへんかなって思っていたそうです。ちょうどその頃、井上流のお師匠さんはすでに80歳になられていて、そろそろ自分の代わりに稽古をしてくれる人を育てないといけないなと思っていらしたそうで、なんやかやとあった末にですね、こちらの井上八千代さん、その頃愛子さんが選ばれて、芸妓を辞めて数えで13歳の時に内弟子に入ることになりました。その時の気持ちが書かれていましてね、ちょっと見ましょうか。生まれて以来、こんな嬉しい思いをしたのは初めてでした。お座敷には出なくともよし、舞の稽古はいくらしてもいい。私の望みが叶ったのです。体の中がキューッと熱くなるように、嬉しさが吹き上げてきたことでした。なんか気持ちがわかりますね。はい。ということでね、井上八千代さんはここから舞一筋の人生を歩まれていきます。
それではここから本題に入りますね。ポイントの1つ目です。さて、お井戸を下ろすっていう言葉を聞いたことある方も多いと思いますが、井上流のお話でよく出てくる言葉ですね。お井戸というのは京都弁でお尻とか腰のことですね。私は隣の大阪の北部の方に住んでいるんですが、おばあさんがお井戸とか言ってたかなって感じで、今はもうこの辺りでは言わない言葉ですね。京都ではどうなんですかね。このお井戸を下ろすこと、ぐっと腰を低く入れる構えは5つ6つの子供にもやかましく指導されるということで、子供の腰は大人と違って元来ピンと伸ばしていないと姿勢が不安定なものなんだそうですね。それを繰り返しお井戸を下ろしてと伝えていると、年頃になる頃には落ち着いてくるので、厳しくきっちりとそこはお稽古しますよっていうふうなことが書かれています。それではなぜお井戸を下ろさなければならないかっていうことですけども、そこも書かれていましたのでご紹介しますね。上方舞京舞と申しますのも、江戸の舞踊踊りとその内容が違うからです。あちらは歌舞伎踊りに始まり、こちらは座敷舞が元になっています。そこには舞台の規模の違い、書斎田と畳の相違のほかに、根本的に舞と踊りの違いが認められます。踊りが躍動的で曲線的だとしますと、舞は静的で直線的です。すり足が踊りの場合よりうんと重要です。このすり足をうまくやると、体が舞台の上を滑るように動きます。それは何よりも下半身の安定なのです。つまり、お井戸を下ろしての一言に尽きるわけです。井上流は硬いとよく言われます。下手にやると電気仕掛けの人形のようにしゃっきらこになります。それも手足の動かし方が流れるように柔らかでなく、振りの停止、休止する間が非常に鮮明で、すべてに直線的な動きが多いからだと思います。こうしたやり方で腰が不安定だと、全く手足を無意味にばたつかせているように見えるのです。井上流は女舞です。女の体に直線的な表現、強い表現を求めるのは無理なようにも思えます。少し矛盾したやり方のようにも思えましょう。しかし、そこが井上流の特色でもあるのです。つまり、女の体には男の人にはない自然な柔らかさがあります。その柔らかな線のうちでできうる限りの強さを求めているのです。私も2、3人の男の人の稽古をいたしました。そして男ではダメだと痛感しました。元の線が硬すぎるのです。硬すぎる線で直線的な表現をするから、これは面白くありません。しゃっきらこを通り越して風情などというものは全く出てまいりません。おそらくいかに上手な男の人でも井上流をなさるよりは他の流儀に入られた方が伸びると思います。はい、ということですね。女性の体の特徴を生かした舞踊ということですね。この女性の柔らかな体が直線的な表現、強い表現を求めるという一見矛盾した主張、それゆえに素直な子供の体に叩き込むことが重要だっていうことですかね。はい、考える頭が先にあっては邪魔だっていうことも中でおっしゃっていました。それでは2つ目のポイントです。間は一つ。はい、以前の動画で舞踊の大切な要素として8つ挙げましたけども、その中でも特に何を大切にしているかっていうのはおのおのまた違うと思うんですね。でこの本の中では特に間に関することがたくさん書かれていましたので、そちらをちょっとご紹介したいと思います。はい、まず、日本舞踊は主に三味線に合わせて舞うことが多いと思うんですけども、三味線が
どんな手を引こうと自分の間さえ崩さなければどんな字でも舞えるもの、これが私の心情です。ということでですね、この井上八雄さんのお師匠さんは何よりも間に厳しい人だったそうで、このお師匠さんの影響か私自身も舞の間については相当やかましい方だと思いますというふうに書かれていますね。で、内弟子に入った頃に舞は字がちゃんとお腹に入ってへんと舞ん、三味線をしっかり覚えとかなあかんとおっしゃって、しばらく舞の稽古はそっちのけで三味線のお稽古ばかりしてくださったそうで、舞のお稽古はね、なかなかお願いしてもしてくれなかったそうなんですけども、三味線のお稽古をお願いすると結構してくださったそうです。でですね、私のお師匠さんの時代は三味線がどこまでも舞についてくるもの、舞と字は主従であるという考えであったと思います。ことにお師匠さんご自身は字は舞に合わすものという考えが徹底していました。極端な言い方をしますと、舞の手を生かすためには三味線の間を崩してでもというところがありました。ということでですね、四世井上八千代さんはそういった環境でずっと舞のお稽古をされてきたんですけども、私は舞には舞の道があり、三味線には三味線の道がある。まずそれを崩すまいと次第に思うようになりました。自分で言うのも変ですが、私が自分の師匠さんに対して批判がましくものを考えたのはこのことだけです。ということで、三味線の字は人によってね、細かいところが随分と違うので、日頃お稽古してる三味線とちょっとちゃうなって思うことがあったりするんだけれども、弾き方を注文してまで前についてこさせなくても、あちらはあちら、こちらはこちらで十分に合うはずと経験を重ねるうちに次第に考えるようになっていったそうです。大切なことはいろんな間に対するその場その場の勘だと思います。それさえ養えばどんな字だってたとえ三味線が全然違う楓を弾かれても驚くことはありません。むしろ間は一つだという信念こそが大事なように思います。私の数少ない経験から押しても立派なお三味線というのはどんなに違おうとさほど気にならないものです。むしろ音の美しさ、間の良さがどれほどこちらを引きずってくださるかわかりません。部分部分がたとえ違っても全体としては大変舞い良い気持ちの良いところへ持ってきてくださいます。私はだから思うのです。どこまで行っても道は一つではないだろうかと。自分のお腹にしっかりした間を持っていれば、どこへ行っても間は一つだ。必ず合う。私はそう思っています。たとえ少々間が違っても、歌がなくとも、あるいは合いの手が多くても、やはりそれぞれに専門の道の方々です。めったな間違いはありません。ただ、こちらが音の違い、間の違いに幻惑されておろおろとし、自分のお腹の間を崩さなければ、常日頃お相手願っていない場合でも何の心配もいらないものです。どこまで行ってもいい間というものは同じだと思います。ということですね。面白いお話ですね。現代ではね、舞踊の現場に行きますと、生の音ばっかりじゃなくって録音したものっていうことも多いと思うんですけども、この教えはそういう環境でも役に立つように思いますね。で、自分のお腹の間を持つためにはやっぱりお稽古ですよね。頑張りましょう。それでは今回最後に井上八千代さんが息子さんと交わした舞についての深い対話がありましたので、そちらを一部朗読したいと思います。四世井上八千代さんには息子さんが3人いらして、それぞれ能の道に進まれていらっしゃいます。
お互いに芸人なので相談したり意見を交わしたりすることも多かったそうです。その中でもね、これは特に興味深いエピソードでした。いつでしたか、息子が能を待った晩でした。私も出先から帰り、ほっこりしてくつろいだ時、こんなことを言い出しました。お母さんは舞をもうてる時、何考えてる？アホかいな。舞をもうててものを考えますかいな。いや、そやないねん。もうてる最中に、ここはもうちょっと突っ込んでやろうとか、ああしもた。もうちょっと間をためるんやったなとか、ここはことさら気を入れならんとこやとか、この舞台は舞いにくいとか、あの客目障りやなとか、いろいろあるやろがな。そんなことちょっとも思わへん。ほんまに何も考えへんの？はあ、全然。そうや。不思議やな。どうして気にならんやろ。そんなはずないと思うんやけどな。まあ僕やったらものすごい上がって、そのために我を忘れるっちゅうことは時たまあるけど、上がってるわけやないやろ、お母さんは。そうやな。別に舞をもうてて上がるいうことはないな。ほな、どうしてそんなに無心になれるね？そないに言われても困るけど、私はとにかくここの舞台で舞おうと、かぶれん町で舞おうと、またどこかのお座敷で舞うても自分の気持ちはちっとも変わらへんえ。同じこっちゃ、お客さんにしてもどっちみち顔なんて見えへんもん。そりゃ目が悪うなったさかいやろ。昔は見えてたやろ。いや、昔っからお客さんの顔って見えたことない？第一、お客さんが一人でも満員でもちょっともかまへん。私は舞うだけやし、向こうは見張るだけやもん。やっぱり僕らとはどこぞ違うところがあるんやろかな。とってもお母さんみたいに巨神にはなられへんわ。わてかて、そんなもん難しい考えしてるのと違うえ。今、もうてるやろ。そしたら、それだけや。舞うことだけに精出したらええんやがな。なんでもあらへんがな。その舞うことに精出そうと思うと、いろんな周りの条件がやっぱり意識に入ってくるんやがな。例えば、無心になろうと思ったかて、それだけすでに他のことを考えてることになるやろ。もうあかんがな。どないしたら何にも考えんと舞えるんやろな。そらもっと稽古するしかしょうがないな。稽古して飽きるほど稽古しておみ。もう考えることってあらへんえ。僕かて稽古してるんやで。要するに自信がないんやろかな。自信ってなもんわてかてあんまり意識したことないわ。いや、意識せんでも、お母さんの場合はもうてたらお師匠さんに教わった通り舞うだけやというその気持ち、それが自信になってるんやろな。だいたいな、あんたら若い人は舞台でいろんなことを考えるっちゅうことがそもそも間違いやがな。お客さんはあんたの能を見に来てはんやろ。その場になってこう考えてる人を見に来はったんと違うえ。そら稽古の時にすることや。本番までそうなるっちゅうのは稽古が足らんやがな。人のこと妙に感心してんと自分のことしっかりおし。そういうもんかいな。けど不思議やな。なんや知らんが、お母さんを見てると根本の精神が我々の手の届かんとこにあるみたいに気がするね。稽古の量言うたら確かに昔のお母さんには及ばんかもしれん。せやけどそんなには違わへんと思うね。せやからこれは稽古だけやない。何か根本に違うところがあるんやろな。それが知りたいね。それが分かったらこっちも真似のしようがあるんやろがな。うだうだ言うてんと、はよ寝てまた気張ったらええんや。まあそうするか。おやすみ。
子供たちにとって私がよほど不思議に思える様子です。でも同じ人間がそうそう変わっているはずはありません。私もこんな時何か具体的な返事がしてやれればいいのにと思いますが、それを言葉で表す術を知りません。ただ落ち着いてゆっくり一つ一つ稽古を積んでゆけというのみです。事実、私自身が例えば禅の修行をしたわけでも無心になれる特別な工夫を考えついたわけでもありませんから、私自身にもなぜ何も考えずに参るかと言われれば返事に窮するばかりです。いつとはなしにそうなったのです。待っている時は迷いも気がかりも、また待っているという喜びや楽しさも、あるいはうまくいかないという気分の悪さも、一切が無縁のものとなってしまいます。私が分かっていることは、舞い出したらそれだけで余計なことは考えないということです。今の若い人たちはいささか考えが過ぎるのではないでしょうか。もっとことにあたってはバカにならねばいけないと思います。昔から下手の考え休むに似たりとか言うではありませんか。はい、ということでした。次回も舞踊の魅力をたっぷりとお届けしますので、ぜひご覧ください。ありがとうございました。